告白をするタイプの人としないタイプの人っているか怖っ。どういうこと彼女に別れるなら2ヶ月分の交際費払えと言われ、付き合った彼氏たちみんなお金にケチだったからこういうことでしょみたいな。違えわ。これ本当にあった怖い話だよ。Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a sum up for anything like that. 皆さんこんにちは、ポッチです。エコです。イエイ、ハッピーライフチャンネルです。今日はですね、はい。意味のないトーク動画を意味やめなよ、意味はあるよ。意味あるんですけど、ダリの今日バースデーをしてて、お肉を食べながらちょっとゆるーくトーク動画を撮っていきたいと思います。はい。皆さんにね、インスタグラムで募集した恋愛系の暴露話とか失敗談について、皆さんのなんか暴露話がさっきちょっとちらっと読んだんですけど、面白くてちょっとお肉をいただきながら。はーい。待って、暴露話。失敗談や暴露話。彼女と手をつなごうと手を後ろにやったら知らないおじさまが手を掴んできた。怖っ。どういうこと人混みだったのかな。でもさ、人の手掴まなくない？誰？そのおじさんもちょっとおかしいよ。なんかちょっとジポっていうか普通におかしいくない？普通にちょっと狙ったよね。みたいな。やめてください。高校の時同性でいい感じの人がいたけど同性ってこともあって告白できずに終わった後悔。これあるあるじゃないですか、多分皆さん。私もあるよ、別に。ある？普通に相手がさ、明らかに男の人が好きだろうなっていうパターン、明らかパターンのパターンあるじゃん。パターンそれはさすがにまあそうね。その方はめちゃめちゃ好きだったかもしれないけど、なんかその告白するまではいかない好きみたいな。だから別に告白をしたりはしなかったけど、でも別になんかもしいけそうっていうか、いけたなら行ったかなみたいな。初恋の人に告白、長い間返事をもらえないため違う人と付き合ったら俺も好きだよと返事が来た。遅っ。ちゃうかな。いつ来たの？いつ来たの？もうさ、普通にさ、もう何ヶ月単位じゃん。やばくない？どうなっちゃう？時差すごいのかな？悩んだのかな？悩んでたんじゃない？もう別の人と付き合ってるぐらい。忘れてたんだったらもう返事もしないしさ。寝てたんじゃん。やばくない？でもさ、普通にさ、返事しないパターンってあるじゃん。今更みたいな。何を思って？それはね、遅すぎ。現代社会についてこれてない。全然。もうね、なんなんだろうね。すごいわ。それすごいね。で、返事さ遅いとしても最高でどれぐらい？告白したことないでしょ？ない。告白をするタイプの人としないタイプの人っているから。今までされてきたってことでしょ？いっぱい。じゃあね、変な感じになっちゃってじゃん。普通に告白する勇気とかを持てない人なの。なるほどなるほど。そういうなんか告白してその後どうしようとかそういうの考えちゃうんだから、好きな人ができてもノーアプローチ、ノー告白。なるほどね。ちょっと待ってって言われたことないから告白したとしても。せいぜい2、3日だよね。もしかしたら2、3日以内だったかもしれないよね。スピードが速かった。次の人に行くのがもう早かった。そういうこと？それはかわいそうだ。かもね。彼女に別れるなら2ヶ月分の交際費払えと言われ、職場にも来そうだったので10万円振り込みました。2ヶ月間交際したの？何費？怖くない？レンタル彼女だったんじゃない？費用かんだからかかっちゃった。あれは分かんないけど、なんかあげたものを返せとかさ、なんか指輪返して、ネックレス返して、バッグ返してとか。けど2ヶ月間で何のお金かかったの？私の時間を無駄にしやがってっていう怒りだった。何様な？でもお金に関してのことだったらポッチめっちゃあるよ。もう付き合った彼氏たちみんなお金にケチだったから何を言えばいいか分かんないぐらいある。あれって言ったことある？カメラが止まってしまったのも完食しました。ごちそうさまでした。ポッチのお金のそうこっちは分かんない。めっちゃあるよ本当に。なんかそんなにっていうぐらいケチだったね。
代表的なやつはじゃ代表的なの何だったの？逆に。あ私は指輪。指輪ね。クリスマスにペアリングを買おうって言ってて、付き合って半年ぐらいだったかな、お互いにペアリングがクリスマスプレゼントでいいよねみたいな感じでクリスマスにデートした時に指輪を買いに行ったんですけど、言うてね、学生の時のクリスマスって結構重要じゃん、だからプレゼント用意した方がいいんじゃないって周りとかにも言われて、なんか向こうも多分さすがにそれがプレゼントって言ってるけど、何かしら用意してくると思うよみたいな感じで思うでしょ。私は確かにと思って用意したのよ。お揃いのマフラー用意してて、そしたら向こうは何も用意してなかったのね。そこでもなんかって思ったけど、でもプレゼントは指輪って言ってあったから、そこは仕方ないかって思って指輪屋さんで買うじゃない、女性ものの方がさ石がついてるからちょっと高い、1万円と1万5千円とか、そんな感じじゃん。お互いにプレゼントってことはさ、私のやつを彼が買ってくれるって思うじゃん。しかもその前に事前にさマフラーも私はプレゼントしてるし、なんかちょっと私に買ってくれるんだろうって思うじゃない、やっぱり。っていうか、そもそもペアリングをクリスマスプレゼントっていう時点で彼が買うものでしょっていう感じで。でもそれが思ってたんでしょ？あれ思ってなかった？なんか言うて買ってくれるのかなって正直思ってた部分もあったし、もし買ってくれなかったとしても向こうが何かしらプレゼントを用意してくれてるのかなみたいな、そのぐらいの期待はしちゃってたんで、必ずしも男の人に全部おごってほしいタイプじゃなかったから、別に全部出してよっていう気持ちではなかったんだけど、で私よりだいぶ背が大きい人だったから、もう見た感じかなり年上に見える、1個上だったんだけど、年上に見えるからもう絶対彼が買うんだと思って、アクセサリー屋さんの人も私の方見向きもしないで、その彼の方にそうどれにしますってすごい勧めてるし、お会計の時にも彼のところにお会計を出したのよ、そしたら彼が「すいません別会計できます?」って言ったの。アクセサリーショップのさガラスのさあれの上にさ出されたお会計でさ「別会計できます?」って言って初めて見てと思って、なんかせめて私は後でお金を渡すよとかそういうレベルだと思ったのね、だから最初は彼が払っといてくれて私が後で渡すみたいな感じかなってせめてって思うじゃない。そしたらそこは別会計でお願いしますって言ってて、ファミレスじゃん。店員さんも「あはい」みたいな感じでちょっとなんか引いてた。っていう感じ、そう引いてて、でこれレディースの女性ものの方はどちらでみたいな感じでちょっとっていう感じなんで、女性ものはこっちでって私の方にこうやってさってされたのね。こっち1万5千円、向こうに1万円のやつが来るじゃないですか。1万5千円の指輪を自分で買ったっていうことで間違いない。そうです、正解。大正解。彼は満足そうに買えたねみたいな。私が帰りのそのアクセサリー屋さん出てすぐに一応なんかちょっとがっかりしたからお互いにプレゼントって言ってたよねって言ったらなんか「ああそうだね、そう袋あるじゃん、指輪が入った袋、それをってされてこういうことでしょ?」みたいな。どうやって違えわ。こういうことでしょ、後で交換しようなみたいな。その指輪は私が買ったんだけど自分が買ったものをこの返されるっていうそう状態でできる。これ本当にあった怖い話です。私が結構いろいろやってあげすぎたのかもしれないけど、なんかその日ものすごいテンション下がってたので、レストランでももちろん別会計だったし、クリスマスのレストランで男女で来ててさ、みなとみらいだったんだけど、で別会計っていうのもとても恥ずかしかったんだけどそれも全部恥ずかしくてテンション下がってる中、あの方荷物1個も持たなかったどういうこと？なんか私が持ってったマフラーが入った袋、指輪2つ分私が持ってたのね、分かんない、気づかない間に男の人ってあんまカバンとか持たないしさ、荷物ないじゃん。だから多分荷物を持つっていうことができないタイプだった。でもよく見かけるのが女の子のバッグを男の子が持ってる、明らかあれ自分のじゃないなみたいな、そういうやつ結構見るじゃん。あるよね。だから周りがもうみんなカップルで男の人が女の子に荷物持ってあげてるとかっていうのがバーっていっぱいいるわけじゃん、そんな中紙袋だらけで歩いてて、なんか彼は手ぶらでプレゼントももらえなくて自分で1万5千円の指輪を買ってっていうので、とても悲しいクリスマスだった。それで別れたわけではないんです。それで別れなかったのよ、やばくない？すごい。私そう思ったら暴露話ってあんのかなと思って、ものすごい覚悟をその人に貢いできてた、私自分の元カノの友達で紹介したことある、ポリコと同じ人と付き合ってたことある。最低じゃん。椅子
絶対帰らない。その瞬間なんかちょっと無理かもって